ウェルベージェンのオーラです。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。金額、サイズ、状態のお問い合わせの方もベルベージェンウェブストアの方によろしくお願いします。これから紹介する商品は3月の31日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。まずは T シャツからいきます。こちらチャンピオンの T シャツ。タグの方がバータグ70年代のミディアム表記 100% コットンの方ですね。フットボール T で黄色ボディでラバープリントで愛用はいいですね。袖の方もラバープリントになってます。全体的に多少汚れが残ってたりとか、こういうブリーチ跡ちょっとしたところあったりするんですが、ひどいダメージっていうのは特に見られないかなと思います。背中にも入ってますね。いいと思います。またバータグのミディアム表記なので、僕はさすがにちょっと小さく感じるサイズ感にはなるんですが、着れる方おすすめです。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてもチャンピオン T ですね。こちらトリコの80年代のサイズ表記42の表記です。でこちらも 100% コットンになっていて、こちらリンガー T になってます。で胸にワンポイントプリントが入ってます。で白ボディっていうところで、こちらも特に目立った汚れとかダメージはなくいい状態かなと思います。サイズ表記は42っていうところで、着丈が結構残ってますね。僕でその着丈は長く感じるんですが、幅とかはちょうどいいぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてこちらも、タグはついてない状態なんですが、こちら裾の方にもタグは残ってない状態です。おそらくこのボディの感じだとチャンピオンかなと思います。で、ナイロンの生地ですねにラバープリント3段で入っています。黒ラバーいいですね。でこちらの方もそのボディに少しちょっとした汚れとかはあったりするんですが、あと少しこの擦れてダメージにつながっているところとか、裏面の方にもこちらの方ですね、ちょっと汚れてたりとか、少しこの辺の小穴等もあったりはするんですが、雰囲気としてかなりいいかなと思います。で73の背中にも入ってます。でサイズ表記でいうとおそらく XL の表記だと思います。僕が着用したとして結構大きく感じるサイズ感になりますね。こちらの方でお値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらタグの方がフルーツの XL の表記になってます。でパッと見そのベージュっぽいオフホワイトの色味の無地 T かと思いきや、背中にプリント入ってますね。ロックンジョックのプリントになってます。でサイズ表記は XL っていうところで、この辺は僕が大きく感じるサイズ感になってますね。この辺は需要多いかなと思います。お値段の方が9800円に消費税になります。続いてこちらも、タグはワーナーブラザーのタグになってます。でサイズ表記はこちら L 表記で、こちら 100% コットンの方ですね。で黒ボディに胸にワンポイント入ってます。でこちらに関しては背中にもプリント入ってますね。で黒のそのボディの感じ、全体的にフェードして少し色焼けしてるっていう感じはあったりするんですが、まだまだ着れる状態です。サイズ表記は L っていうところで、僕がちょうどよく感じるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が12800円に消費税になります。続いてこちらニモの T シャツですね。タグの方はヘインズの2枚タグ、サイズ表記はこちら S 表記になってます。白ボディにこちらニモのプリント入ってて可愛いですね。背中の方はこちら無地のタイプです。袖の方にもこちらプリントが入ってます。いいですね。サイズ表記 S 表記というところですが、そんな小さい S って感じじゃないです。その年代が新しいというところも含めっていうところにはなるんですが、僕でもギリギリ着れるっていうぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてシャツです。半袖シャツの紹介ですね。タグの方はこちらペニーズのタグになってます。サイズ表記はミディアム表記になってますね。でこちらボタンダウンでこちら3点止め60年代のいいディティールですね。でこちら総柄のパターンもすごくいいかなと思います。特にこちらもダメージというダメージは見られないです。でサイズ表記は M 表記というところで、この60年代この辺のボタンダウンのシャツ作りちょっと小さめではあるので、僕だとちょっとピッタピタになるサイズ感ではあります。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらも半袖シャツなんですが、ハワイアンの紹介です。ハワイアンうちの店頭の方でもちょっとまとめて出しているので、ご来店された方はちょっと見ていただきたいです。タグの方はこちらカハナ目のタグになってます。でサイズ表記の方はこちらですね。
L 表記になってます。でグリーンボディにこちらハワイアンらしい柄がもう一面に入ってます。でこれに関しては程度も特にそんなひどいダメージっていうのは見られなくていい状態かなと思います。でサイズ表記も L 表記というところなので、ハワイアン結構やっぱ小さめのものが多いんですが、この辺は僕でも全然余裕を持って着れるサイズ感になります。なんといってもやっぱタグがいいですね。こちらお値段の方が35,800円に消費税になります。続いてもう1枚ハワイアンなんですが、こちらタグはついてない状態です。でこちらボディの方がその04っていうよりもシルクの方がちょっと強いかなっていう生地感になってます。でこちらの方は和柄のプリントいいですね。色味も色味でなんかすごい合わせやすいかなと思います。でタグがついてサイズ表記があったとしたら L 表記かなと思いますね。こちらの方で僕が、ちょうどいいサイズ感で着れるかなと思います。ちょっと1点見落としてはいたんですが、こちら少し肩の方がステッチが抜けててところが1箇所あります。ただその分お値段に反映されてます。お値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらラルフローレンのラガーシャツになります。タグの方がこちらですね。サイズ表記 M 表記になってます。でネイビーとグレーのボーダーいいですね。でワンポイントで、ポニーがいます。でこちらの方も特にひどいダメージなくいい状態かなと思います。まだまだ着れる状態ですね。でラガーシャツ結構作り大きいので M 表記で僕がちょうどよく感じるぐらいのサイズ感になってます。店頭でも結構ちょこちょこ売れてるのでこの辺は最近いいのかなと思います。お値段の方が6,800円に消費税になります。続いてこちら長袖の、ラングラーのシャツですね。タグのはこちらのタグになってます。サイズ表記が17ハーフになってますね。80年代ぐらいのそこまで古くはないものですね。でこちら 100% コットンのものになってます。で黒白のストライプでこちらボタンダウンになってますね。こちらに関しては程度がめちゃくちゃいいです。ほんと数回洗っただけの感じですね。生地もまだまだ張りが残っててっていう状態です。でサイズが17ハーフっていうところで、僕がかなり大きく感じるサイズ感ですね。逆にないかなと思います、このサイズ感って。こちらの方でお値段の方が6,800円に消費税になります。続いてこちら WRL のシャツですね。タグの方がこちらになってます。サイズ表記は L 表記になってますね。で形としてはウエスタンなんですがシャンブレーの生地いいですね。で一番上だけ掛けボタン、あとは全部スナップですね。でこちらに関してもめちゃくちゃいい程度です。でサイズが L 表記というところでこちらも先ほどと同様ですね。僕が全然余裕を持って着れるサイズ感になってます。おすすめですね。お値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちら04のシャツになります。タグの方はこちらなくなっちゃってる状態です。でただ04でこの色味すごくいいですね。で程度としてなんですけども、こちら右肘の方にちょっと穴が開いてるって状態ですね。であとはこの左肩の方ですね。こちらもステッチが少し抜けちゃってるっていう状態になります。本当ただオンブレっていうオンブレではないですが、なんかすごい色味使いやすいと思います。サイズ表記あったとしたらこちらは M 表記かなと思います。ただ幅は割とあるので、僕でも着用はできるっていうサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてこちらはプリントネルの紹介です。タグの方がこちらになってますね。サイズ表記は M 表記になってます。でこちらちょっと状態としてこちらの方がちょっとステッチが抜けちゃってっていう状態にはなります。プラスこちらポケットの付け根の方ですね、少し生地がもう弱くなっててっていうところはあります。であとはこの左のカフスですね、ボタンがこちら1箇所変えられちゃっててっていう状態になります。ただこの青白ネイビーの配色すごく人気ある配色だと思います。本当それ以外は特になんか目立つダメージ見られないですね。でサイズも、M 表記ですが、僕が本当ぴったりのジャストサイズっていう感じで着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が9,800円に消費税になります。続いて E シャツですね。こちらタグの方がマクレガーのシャツタグになっていて、サイズが ML の表記になってます。でこちらも程度もめちゃめちゃいいですし、この配色人気あると思います。
程度に関しても本当綺麗な状態ですね。でサイズ表記は ML っていうところで、僕がちょうどいいサイズ感で着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてネルシャツですね。こちらタグの方がファイブラザーのタグになってます。サイズ表記は XL の表記ですね。で赤黒のブロックチェック、王道ですよね。もうかなり鉄板のものかなと思います。程度も特に言うこともなくいい状態です。でサイズ表記は XL っていうのもあって、僕が大きめに着れていいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が 6,800 円に消費税になります。続いてもネルシャツですね。こちらもファイブラザーのタグですね。こちらになっていてサイズ表記 L 表記になってます。でこちらは、青黒白の配色、これもいい配色です。程度としても特に問題なく本当にいい状態ですね。でサイズ表記も L 表記というところで、僕がもうちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が 7,800 円に消費税になります。もう一枚ネルシャツですね。こちらもファイブラザーのタグになってます。サイズ表記 M 表記になってます。でこちらはグリーンと白黒のチェック、これも本当いい配色だなと思います。こちらも程度かなりいいです。でサイズ表記は M 表記で、僕がジャストサイズっていうサイズで着れますね。こちらの方もお値段 7,800 円に消費税になります。続いてネルシャツのラストになるんですが、こちらめちゃくちゃいいです。タグの方がこちら ST ジョーンズベイのサイズ表記がこちら XL トールになってます。でこちらに関してはこの脇の方なんですが、こちらもついているのでもうほんと正真正銘のデッドストックの状態になります。それもあって程度に関してはもう本当何も言うことはないかなと思います。でしかも配色が白黒、もうこの辺はもうかなり人気あるんじゃないかなと思います。ただ現状その XL トール水が通ってないっていうのもあって全く縮みが出てないので、今僕だとかなり大きいサイズ感になるんですが、洗ってあげて乾燥機など入れてあげるとすごくいいサイズ感になると思いますね。こちらの方でお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてリバースイーブの紹介です。こちらタグの方が90年代刺繍タグの M 表記になってます。でグレーボディにこちら黒ラバーで IO は入ってます。いいですね。人気あると思いますね。こちら程度としてもかなりいい状態です。サイズ表記が M 表記なので、僕がギリギリの本当ピッタピタっていうジャストサイズになります。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてもプリントものですね。タグの方はこちらも90年代の刺繍タグ、サイズ表記 L 表記になってます。ネイビーボディに白ラバーで1段シンプルに入ってます。こちらはですねちょっと程度として少しそのブリーチなんですが、ね、ちょっとしたなんか少しシミが残っててっていう状態と、あと1点こちらの方に小さい小穴がっていう状態にはなります。ただボディの状態自体はすごくいいです。裏面も特に問題ないと思います。サイズ表記は L 表記なので、こちらは僕がちょうどよく着れるサイズ感になりますね。こちらの方もお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてこれ珍しいですよね。タグの方がこちらも90年代刺繍タグの WXL になってます。でパープルピンクちょっと中間色になるんですが、それにラバープリントでオハイオ入ってます。オハイオでこのボディに塗るって本当珍しいと思うんですよ。でこちらも程度としてかなりいい状態ですね。でサイズ表記は WXL なので、かなり大きめのサイズ感にはなるんですが、この辺はもう本当珍しいという意味で持っててもいいと思います。お値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらもプリントもののリバースですね。タグはこちら90年代の刺繍タグ L 表記になってます。でグレーボディにこちら2段でラバープリント入ってます。でこちらとしても程度は特に問題なくいい状態だと思います。でサイズ表記も L 表記というところで着れる方は多いかなと思います。僕がちょうどいいサイズ感です。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になります。続いてリバースウィーブの最後なんですが、これ無地ですね。タグの方はこちら刺繍タグ、サイズ表記 L 表記になってます。でネイビーにリブがラインのタイプですね。グレーのラインで、こちら珍しいと思います。でしかもプラス目なしのものになってます。で程度も特に
多少色焼けしてるところとかあったりしますが、全然まだまだ着れる状態です。でサイズ表記も L なので、先ほどと同様ですね、僕がちょうどいいサイズ感です。こちらの方でお値段 15,800 円に消費税になります。続いてヴィンテージスウェットですね。こちらタグはついてない状態です。ただ、ボディはネイビーがすごくなんか色焼けしたような状態になっています。でこちらプリントの方が、こちらフロッキーのプリントだと思うんですよね。もう表面が完全に剥げちゃってはいるんですが、かなり雰囲気ですってかっこいいです。で袖の方とかにも多少ですがペンキ飛んだりとかしてて、かなり雰囲気が出てますね。で裏面は無地のタイプです。裏面にもこちらの方ですね、ペンキとかところどころあったりして雰囲気かなり仕上がってますね。でサイズ表記あったとしたら、これ M 表記かなと思います。僕だとちょっとアームとかも含めなんですが、ちょっと小さく感じるサイズ感にはなってます。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税になります。もう一枚ヴィンテージスウェットですね。こちらもタグはついてない状態です。でこちらも先ほどとはちょっと違うんですが、ボディの色味自体はネイビーのものになってます。でこちらはラバープリントで入ってますね。でこちらもですね、その全体的に色焼けとか少しこの辺のダメージ、こちらの小穴とかもあったりはするんですが、本当雰囲気として完成してるかなと思います。でこちらの方はサイズ表記あったとしたら L 表記かなと思いますね。多少縮んでるので僕は少し小さく感じるぐらいですが、着れる方多いと思います。こちらの方でお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてジャケットの紹介です。こちらアディダスの ATP になります。タグの方はこちらになっていて、サイズ表記 L 表記ですね。でこちら青のボディに白のラインと切り返し入ってます。で胸にもトレフォイルちゃんと入ってますね。でジップの方はこちら YK 系のジップになってます。でこちらもですね、程度としては特に問題なくいい状態だと思います。でサイズ表記も L 表記というところで、僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。持ってたことあるんですが、僕もその時 L 表記で着てました。こちらの方でお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてもう1枚アディダスのジャケットになるんですが、タグがこちらの方になってます。サイズ表記は S 表記ですね。でこちら珍しいのが、そのボディがナイロンじゃなくて少しコットンが入っているような生地感になってます。で胸にトレイフォイルこちらも入っていて、でネイビーのボディにちょっとベージュっぽいような切り返しになってます。でこちら程度としても特に問題なくいい状態なんですが、そのさっきの紹介した ATP とはちょっと変わってて、そのポケットの仕様とかも少し形がやっぱ違います。珍しいですね。でサイズ表記はちょっと S 表記なので、僕は正直着用は難しいサイズ感にはなるんですが、この辺着れる方は持っててもいいんじゃないかなと思います。こちらでお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてこちらチャンピオンの、ナイロンのパーカーになりますね。タグの方はこちら90年代の青の刺繍の XL になってます。でこちらハーフジップのタイプですね。ジッパーの方はこちら YKK になってます。でこちらラバープリント入ってたり、左胸はこちら目がついてます。しかもなんか少し小さくていいですね。でこちら、袖の方もそのメッシュ素材で切り返しが入ってたりとかして、ちょっと作り変わってます。で裏面に関しては無地で、特にひどいダメージなどもない状態でいいかなと思いますね。でサイズ感の方が XL 表記なので、僕が大きめに着れて需要は多いところかなと思います。こちらお値段の方が、7,800 円に消費税になります。続いてこちらキャップショルダーのジャケットになります。タグの方がこちらになってますね。80年代ぐらいのものですかね。サイズ表記は M 表記になってます。でジッパーの方はこちら YK 系のジップになってます。でブラウンの色味になっていて、すごく程度いいですね。これはもう生地もすごい張りが残っててっていう状態です。でサイズ表記も M 表記ですが、僕がその作り自体気持ち大きいので、僕がちょうどよく着れるぐらいのサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてこちら、スイングトップの紹介ですね。こちらタグはついてない状態になってます。ただボディがもう黒っていうところでかなりかっこいいです。胸にもワンポイント入ってますね。で背中の方にもこちらフロッキーが入ってます。でフロッキーの表面が
ところどころ剥がれてはいるんですが、それはそれで雰囲気としてかっこいいかなと思います。ただボディ自体は全然まだまだ程度良くて長く着ていける状態だと思います。ジップの方はこちらになっていて70年代ぐらいのものですかね。でサイズ表記あったとしたら M 表記かなと思いますね。僕が気持ち小さく感じるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてリーバイスの G ジャンになりますね。こちらパッチの方はこちらになってます。ケアタグがついてる方ですね。サイズ表記はこちら38になってます。で赤タブもしっかり残っているスモール E の方ですね。でこちら色味もすごくまだまだ色残っていていい状態ですね。特にダメージもないっていう感じです。でサイズ表記は38なので僕は T シャツ1枚とかでもちょっと前締めるのがきついかなっていうぐらいのサイズ感になります。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。続いてリーバイスの557サードですねの紹介になります。こちらパッチの方はもう残ってない状態です。綺麗になくなっちゃってます。ただ赤タブ均等部位しっかり残ってます。でこれに関してはボタン裏の方がこちら大ボタンのものになっているので、こちらフラップ裏が薄くないその同じ音数の生地が使われてます。で色味もすごくかっこいいですね。で程度もめちゃくちゃいいです。襟元とかも特にダメージもない状態で、裏面に関しても特に表と遜色ないような状態になってます。でこちらちょっと見ていただいてお気づきかと思うんですけど、そのステッチがオールイエローになってるんですよ。それもあってすごく雰囲気がいいと思います。こっからどんどん着ていってその色落ちしたりとかステッチの退色したとして本当すごいいい雰囲気に仕上がると思います。でサイズ感で言うと実に38ぐらいなので、僕が先ほどの70505と同様なんですけど、T シャツ1枚とかでちょっと前締めるのがきつく感じるぐらいのサイズ感だと思います。こちらの方でお値段の方が59,800円に消費税になります。続いてパンツの紹介です。こちらまずアーミーベイカーの紹介ですね。タグの方がこちらになってます。サイズ表記が3233の表記になってます。でこちら73年会計のものになってますね。で程度としてなんですけど、こちら1点ちょっと擦れてるところがあるっていうぐらいです。ただ股下とかも全く問題なく、裾に関してもこちら特に問題はないっていういい状態です。で裏面に関しても特に気になるところはないかなと思います。実寸のサイズの方が、ウエスト31インチのレングスも31インチ、結構縮んではいるんですが、僕が多少大きく感じるサイズ感です。全然サイズはまる方は多いと思います。この辺はお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてもう1本アーミーベイカーですね。こちらタグの方がこちら3633の表記になってます。こちら70年会計のものです。でこちらも程度に関してなんですが、こちら1点擦れてるところあります。またこれに関しても股下裾に関しても特に問題なくいい状態だと思います。こちらも裏面は特に気になるところないかなと思います。実寸のサイズなんですけれども、こちら、ウエストが34インチのレングスが31インチになります。僕だと多少ウエストも大きくてレングスも少し長いっていう感じですが、この辺バランスがいいので履ける方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。お値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちら70年代頃の、鴨柄のパンツになります。こちら内側などもタグはついてない状態なんですが、こちらデッドストックの状態です。水が通ってない状態ですね。サイズ表記が、3634の表記です。でもちろん 100% コットンになってますね。で形としてはそのベイカーパンツに近いんですが、そのサイドにもポケットがついてるタイプになります。デッドストックの状態っていうのもあるので、もう程度に関してはもう全く説明いらないと思います。で実質のサイズの方なんですけれども、そちらも表記通りですね3634になってます。僕だとさすがに大きいサイズ感ですが、この状態なんで裾上げなどされてからでも履き込むのはありかなと思います。こちらお値段の方が9,800円に消費税になります。続いてアメリカ製のリーバイス、こちらはパッチからがいいですかね。品番がこちら509になってます。パッチサイズがウエスト33インチのレングスが30インチになってます。でこちらオレンジタブのタイプです。
で509なのでこちらジップになっていて YKK のジップが使われてます。で509は、501と違ってその細身のストレートになってます。で股下とかも全く問題ないです。で裾もこちらはオリジナルのものになってます。で実質のサイズの方なんですけれども、パッチ通りですね、ウエスト33インチのレングスが30インチになってます。僕だとウエストが多少大きく感じますが、この辺は履ける方多いかなと思います。お値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501になります。こちらパッチの方がこちらになってます。ウエストのサイズが30インチ、レングスが34インチになってます。で赤タブしっかり残ってます。しかもこれに関しても真っ紺ですね。毛羽立ちもこう残ってるぐらいのもうほんと真っ紺です。それもあるので程度も特に問題もう説明もいらないですかね。実質のサイズの方なんですけれども、こちらパッチ通りですね、ウエスト30のレングスが34になっていて、僕はちょっと、その足長いタイプじゃないので全然レングス余っちゃうんですが、この辺はのり付けしてからでも履き込むのもいいかなと思います。お値段の方が15,800円に消費税になります。続いてヴィンテージの501になります。こちらパッチの方がこちらになってます。ウエストが36インチのレングスが34インチの表記になってますね。だからこれちょっと残念なのが赤タブが切られちゃってるっていう状態です。あとは当然こちらシングルステッチのもので、耳裏なんですけれども、こちらチェーンのシングルになっているので66前期のものになってますね。で程度としてなんですけど、こちらも全体的にちょっとしたこの擦れて小穴になりそうなところがポツポツとあってっていう状態ですね。こちら左足の方にも多少あります。あとはその股下、なかなか大胆になんですが結構丁寧に直されてます。でレングスの方はこちらオリジナルのものになっていて、当然耳付きですね。で裏面に関しても先ほど説明した赤タブが欠損してるっていうところぐらいですね。で実質のサイズの方なんですけれども、ウエストが35インチのレングスが32インチになってます。多少縮んでるっていう感じですね。ただこの辺もバランスいいです。すごく程度込みっていうところでお値段の方もこちら39,800円に消費税になります。続いて最後にこちら 501ZXX になります。こちらジッパーがこちらグリッパーのジッパーになってます。で XX なので、当然隠しリベットもついています。スレーキのリベットはこちらカッパーですね。でこちらなんですけれども、ちょっとリベットを見ていただくと分かるとは思うんですが、こちら、細文字のリベットが使われてますね。こちらの方とかでプラスこの極太のベルトループで、バックに関してもこちらセンターで、もうこちら、パッチ自体はもうほんと綺麗になくなっちゃってはいるんですが、両面レザーの年代で間違いないかなと思います。で赤タブこちら、擦れてはいるんですがギリギリ残ってはいるっていう状態ですね。で程度としてなんですけれども、こちら股下も、ステッチが多少抜けてたり擦れてたりするんですが全然まだまだ履けます。でレングスの方もこちらオリジナルのものになってますね。当然耳もついてます。でしかも縦落ちすごい綺麗ですよね。めちゃくちゃ雰囲気いいです。バックに関してもこのバックポケットの下あたりに少し小穴がっていうのはあるんですが、すぐ直せるぐらいだと思います。この辺はほんと雰囲気いいです。実寸のサイズの方がウエストが30インチのレングスが33インチになりますね。僕だとレングスは長いんですが、この辺はサイズはまる方持ってた方がいいと思います。こちらお値段の方が128,000円に消費税になります。本日の商品紹介は以上になります。ベルエージェンの方で買取委託販売の方を行っております。何かご不明の点あればお電話で対応させていただきますのでよろしくお願いします。